ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回は、劇場版先行のハサウェイよりも古い時代のモビルスーツの方が強く見える的な、どうなんだろう的なコメントを見かけたので、実際この時代のモビルスーツってどうなのよ、という解説と考察をしていこうと思うわ。というわけで、主軸は連邦の量産型モビルスーツ、グスタフカールになるわね。グスタフカー。なんかこう、棒立ちとまでは言わないけど、動きはもっさりしてるし、ビルの上に立って迎撃しようとしたけど落ちちゃったりと、なんだか全然新型って感じしなかったんだぜ。そうね、ではそれを踏まえてモビルスーツの進化についても、後半に解説するわね。さて、グスタフカールは強いのかどうなのかなんだけど。めっちゃくちゃ強くなってるわ。そうなのか。もちろんよ。カタログスペック的にも、おそらく実際の性能的にも、正直 UC の大多数のモビルスーツでは歯が立たないわ。そうは、見えなかったぜ。そうね、見えないのも正しいのよ。どういうことなんだ？ではまず、大事なことその1よ。UC のパイロットってどんな人たち？確かエリート部隊だっけ？合ってるような違うような、ね。雑に言うと、華やかなエリート部隊じゃなくて、疎まれてるエリート部隊って感じかしらね。ここら辺の詳細語ると長くなっちゃうから省くけども、ずっと昔、地球連邦内部でやらかした組織から、大きく戦力を削いで結成された部隊なのよ。やらかした。そんなわけで危険視されてるし、疎まれてるけども、そのリーダーとしてハサウェイのお父さんが選ばれて、一応長いこと実戦の空気に触れていた組織だから、さはあれど、上の下上の中が集う組織って感じだと思うわ。もちろん、新米さんもいたけどね。だから、色々あるけども、連邦の中では連度は相当高い人たちが集まってるとこではあるのよ。さて、そして比較対象のグスタフカールを狩る、キンバレー部隊の皆さんなのだけども、大事なことその2、ね。キンバレー部隊ってどんな人たち？どんな、そう言われても、困るんだぜ。印象薄いというか。まあ別に特筆することないのよ。ただの一基地の、キンバレー基地司令さんの部隊だからキンバレー部隊ってだけよ。それに加えて、長い平和の時代が続いたおかげで、パイロットの連度もだいぶ下がっているでしょうね。というのも、実は前作の逆シャアの頃から、軍縮って言われてて、ハサウェイのお父さんの部隊も肩身は狭かったのよ。それどころか、ねえマリサ、軍艦の艦長さんって、実は結構なエリートというか、立派な仕事だと思わない？私こっちはにわかだから雑にしかわからないんだけど、大体艦長を任される左官クラスは、一般企業では部長さんくらいらしいのよね。部長さんか。割とすごいんだぜ。でね、その部長さんというか、おそらく左官であろう人に対してね、地球連邦の高官が、軍縮で君たちの仕事なくなったら、ゴミ拾いでもしたらって言ったのよ。もちろんこれは違約ではあるのだけど、というかゴミ拾いだって立派な仕事だとは思うのだけど、お給料の差とか、全然違うわよね。ちなみにこれ言った人は、地球連邦の参謀本部の次長さんよ。次長ってのは、これまた雑に言うと次に偉い人って意味だから、参謀本部、つまり軍司令部の次長ってことは、地球連邦の軍隊で2番目に偉い人が、君らもうすぐクビね、ゴミ拾いでもしたらって面と向かって言ったのよ。それから、12年が経った今の宇宙世紀において、さて軍縮はどんだけ進んだのでしょうね。軍隊への風当たりはどんだけ強いのでしょうね。そんな時代の、宇宙軍ではなく地球でのほほんとしていた、キンバレーさんの部隊が強いわけないでしょう、という話よ。まあ、確かに。そして、大事なことその3よ。まだあるのか。キンバレーさんはね、ケネスと入れ替わりというか、まあ左遷されたんだけど、最後の嫌がらせと、功績を上げるために、主力部隊を率いて別のとこ行っちゃってるのよ。ほら、ハサウェイが組織のマッティと合流した時に、グスタフカールに囲まれて助けてって言ってる人たちがいるみたいな報告受けてたわよね。そういえば。つまり、それが元々の主力部隊で、マリサが見た弱そうなグスタフカールは、身の保身が大事なキンバレーさんが、とにかく自分のために主力部隊をかき集めた際に敗れた。言い方は悪いけど、キンバレーにすら弾かれた、いわゆるゲノゲって人たちなのよ。ゲノゲ？というわけで、大事なことその1、その2、その3をまとめると、それなりに実戦を重ねてる部隊の、上の下から上の中の人たちと、まるで実戦経験していない居残り組であるゲノゲの人たちを、比較してしまったから、弱く見えたってことかしらね。パイロットの差か。そうね、というかこれある意味では一戦級のドラマだと思うわ。ドラマ？ねえマリサ、ちょっと想像してみてほしいのだけど、まず、基地所属の連邦の軍人さんだから、まあ買い物とかは地元の町よね。
疎まれてる面はあっても、グスタフのパイロットあたりは、全然支配階層じゃなくて、現地にはお金を落とす普通の人だと思うのよね。そうなると、そこに繋がりが生まれて、個人と個人では現地で良い友人関係結べてたりするのかなと考えた上で、今までのマフティーの襲撃で、この人たちは建物を盾にされたら引き金を引けなかった人たちなのよね。これは無料で読める漫画版にもある描写ね。で、その居残り組、うだつの上がらないゲノゲ、腐っていたところにやってきた。新米の司令官、なんだかすごい有能でグイグイ来る。マフティーの襲撃、主力はいない。そして新司令のケネスから下される、町ごと撃てという命令。ああ、撃てなかった人たちが、引き金を引いたのよ。そういう覚悟をしたのよ。現地で仲良くなった友達がいるかもしれない町に、ミサイルを撃ったのよ。そして、初めてマフティーの構成員を捕虜にしたのよ。ドラマよねー。なんか、悲しいんだぜ。そうね。というか下手したらガンダムエースで漫画化されても良いレベルだと思うわ。ちなみに、これ全くの余談なんだけど、すっごい似たような事例が、過去のガンダムでもあったわ。ほう。古い作品な上に、もう今更買う人もいないだろうから、ネタバレ全開でいくけども、一年戦争の時の、ジオン軍のとある部隊が主役のゲーム、ジオニックフロントの小説版に、そっくりな話があったわ。うだつの上がらない戦車乗り、もう色々と腐ってる。そこにやってきた新米の指揮官、彼の命令に従いながら戦い。なんと、戦車でザクを撃破するのよ。ほっほー。そうして彼らは戦う意志を取り戻し、その指揮官の映画少尉についていくってお話よ。ちなみに、そもそも技術畑出身で、モビルスーツパイロットとしては別にそこまで優秀ではないあたりが、ケネスとも設定思い切り被ってる面白い人よ。さらに余談の余談なのだけど、この人ガンキャノンの設計にも携わってたみたいだから、ひょっとしたらどこかでアムロレイのお父さん、テムレイ博士と面識があったかもしれないわね。いやー、面白いゲームだったわ。主役がジオンだから、使うモビルスーツはザクが多いんだけど、ガンダムに出会うと数秒で全モビルスーツを壊滅させられて、油断すると戦闘ヘリとかにモビルスーツ撃破されるゲームだから、今のタイプとはだいぶ経路が違ったわ。話脱線しすぎでは？ふふ、というわけでもないのよ。つまりよ、武器さえ強ければ、戦車でもヘリコプターでもモビルスーツを撃破できるのが、ガンダムの世界なのよ。ふむ？というわけでここから後半戦で、モビルスーツの進化の話なのだけども。ふむ。さっき、グスタフカールはめちゃくちゃ強くなってるって言ったじゃない？おう、言ったんだぜ。少し具体的な数値を出すのだけど、UC の時代のジェガン、その中でも最新のタイプが、出力が 1980kW、フル装備の重量が 50.6 トン、装甲の材質がチタン合金セラミック複合材ってやつなの。何言ってんのかわからん。あくまでも基準値ってことね。で、この時代のすっごい強い強化タイプのジェガンで、ニューガンダムっていう前作の主人公機の9割くらいの性能って言われてるジェスタの性能が、出力 2710kW、フル装備の重量が 57.2 トン、装甲の材質がチタン合金セラミック複合材に、一部ガンダリウム合金を使ってる感じね。ガンダリウム合金ってなんだ？まあ本当は色々細かな内訳はあるのだけど、ガンダムに使われるすごいカチカチ高級素材って覚えていればよいわ。つまりこの時代の超エース機は、最新の量産タイプの 1.4 倍のパワーがある上に、装甲も高級ってことね。1.4 倍のパワー。すごいんだぜ。さあ、というわけで弱く見えたグスタフカール君の性能はというと、出力が 3425kW、フル装備の重量が60トン、装甲材質は全部ガンダリウム合金よ。くそ強いんだぜ。さらに言うと、出力を効率よくパワーに変換できる技術とかも、進化してるって考えるのが普通よね。私たちの使う道具だって、例えばグラフィックボードは同じ性能でも、消費電力が最新のはすっごい少ないじゃない？つまりグスタフカールは、昔の超高級エース機を軽く超えるレベルの性能ってわけよ。ちなみに、その時代のヤバいモビルスーツ筆頭の、ユニコーンガンダムの通常時出力が、3480kW だから、エネルギーの変換とかが進化してるだろうと想定すれば、取っ組み合いならユニコーンガンダムにほぼ勝てるわ。マジか。まあグスタフカールの方が20トンくらい重いから、さすがに戦闘となったら厳しいとは思うのだけどね。ちなみに逆シャアの主役機、ニューガンダムの性能は、出力 2980kW、フル装備の重量が63トン、装甲の材質がガンダリウム合金だから、単純な性能的にはもうニューガンダムに勝ち目ないわ。パワーも速度もグスタフカールの圧勝よ。すげえ。ニュータイプとかの要素を無視すれば、だけど、だけどねマリサ、それでもあえて言わせてもらうと、モビルスーツは、そんなに進化してないのよ。言ってたこと全然違うんだぜ。ごめんなさいね、決定的なことをまだ説明していないの。詐欺師の手口なんだぜ。まあ、少し考えてみてほしいのだけど、例えば、筋肉もりもりマッチョマンの大男と、10歳くらいの子供が殴り合いの喧嘩をしたら、さあ、勝つのはどっちかしら？普通に筋肉もりもりの方では？そうね。
勝率はどれくらいかしら？いや、勝率も何も勝負にならないのでは？筋肉の圧勝、勝率は万が一もありえない 100% だと思うんだぜ。私もそう思うわ。ではここで一つ、お互いに武器を持たせましょう。武器？当たればほぼ必ず相手を倒せる、ビーム兵器という武器よ。さて、勝つのはどっち？いや、それでもさすがに筋肉もりもりが。そうね。で、勝率は？勝率。さすがに筋肉もりもりの方が優勢だとは思うのだけど、先に1発当てた方が勝ちとなれば、だいぶ勝率下がるわよね。つまり、何が言いたいのかというと、ガンダムの世界は、武器が強すぎるのよ。だからどれだけ出力が高くて、装甲が豪華でも、ビームライフルが直撃したら負けるの。子供のパンチなら何十発と食らっても平然としていた筋肉もりもりマッチョマンの大男が、1発でダウンしてしまうの。だからね、ことモビルスーツ戦においては、モビルスーツの性能差よりも、パイロットの腕の差の方が大事なのよ。それが、グスタフ・カールのグダグダっぷりと、弱く見えたの真相かなと私は考えたわ。なるほど。つまり、今回の動画の結論は、グスタフ・カールはすっごい強い。ニューガンダムより強い。でもパイロットが弱い。下手したら過去作最低レベルに弱い。って感じかしらねー。パイロットか。そうねー。でもケネスが来たから、彼らも伸びるかもしれないわね。頑張ってほしいんだぜ。そうね。彼らが頑張るとハサウェイがピンチだけどね。というわけで、今回の動画はここまでよ。次回は何をやるんだ？そうねー。そろそろ先行のハサウェイから入った人向けの、アムロとシャアの解説もしたいわねー。どんな人だったの？って方向が主軸だと思うから、あまりがっつりとは語れないかもしれないけどね。そんなわけで、今回の動画はここまで。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。